はい、皆さんこんにちは。ビッグ S Vlog のビッグ S AK サイカです。本日は Day18 ということで18日目をお届けしようかなと思います。どうですか今日の画角。たまにはちょっとね最近外で撮りまくってて、ちょっとねなんか画角変えなきゃなって、いつも正面でばっか撮ってたんですけど、ちょっと今ねカメラを上からにして撮ってます。どうですかこの画角。ちょっとめったに見ない画角かなと思うので、ちょっとチャレンジしてみました。はい。このね30日チャレンジはもうチャレンジの連続なんで、いろんなねことを挑戦していこうかなと思います。はい、ということでですね、今日はですね何を話していこうかなと思ってるんですけども、話していく内容はですね、はい、この 35mmF1.8 の話をしていこうかなと思います。これはですね僕が使っていく中で、感じたこととか、完全な個人的な見解ですよね。それをちょっとお話ししていこうかなと思います。なんだろう、こういろんなね見解があると思うんですけども、全然それはね僕が感じたことなので、ぜひね参考に、僕が感じたことをねぜひ参考にしてもらえればいいかなと思います。はい。まずですね、FE35mm の 1.8 っていうのは、ソニーの、レンズの中でも無印のレンズって言われてます。今はですね G レンズとか GM レンズとかね、そういうね高級ラインっていうか、性能がいいレンズが出てると思うんですけども、それはそれでね、その良さもあるし、その無印の良さがあると思うので、その良さを引き出すのがやっぱ僕自身だと思うので、そこはあまり気にしてないですけども、ちょっとねG レンズとか G マスターは正直言うと高いのでFE の無印でいいかなと思ってます。それをね作品としてね、いいレンズ使えばねいいものできるし、いいカメラ使えばいいものができるっていうね、なんか常識じゃないですけど、そういうのを覆したいなと思って、僕はあえてっていうか、ちょっと資金力がねあれなのであれなんですけど、そういうね言い訳もしつつも、そういう話をね、FE の 35mm1.8 F1.8 のね無印レンズでどこまでできるか、そういう感じでやっていくんですけども、僕が感じたね正直なところはですね、まず持ち運びがしやすい、軽いです。はい。G レンズとか GM レンズなんてちょっと重くなってくるので、結構ねやっぱ重いレンズって大変なんですよね。こう首にかけたりとかしたりとか、持ち運びとか重たいから。だからこうストリートスナップに持ち出せたり、ストリートムービーとかに持ち出せるんだったら、やっぱり軽いのが正義かなと僕は正直思います。軽くて機動性が良ければさっさっさとね動けるので、写真も撮れるし、重たいとちょっとねその一歩が遅くなってしまう部分があるので、そこはね軽さが正義な部分があるかなと思います。だから軽くていいですし、F 値も 1.8 なんで、だいたい F1.8 あれば暗いところでもね全然いけると思いますし、別にねF1.8 ぐらいだったら全然ねいいと思うんですよね。そこはあとはどうやってね時間帯を考えたりとか、いつ撮るとかそういうのを考えればいいかなと思います。はい。なので軽さが正義な部分もあって、性能別にそんなに悪いわけじゃないと思います。はい。いろいろねこう作例は僕のですね、YouTube のショート動画、最近僕 POV で撮ったところに、ショート動画で僕の撮った写真を載せてますので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。最近2日に一遍出してる感じなので、はい、ぜひそちらもチェックしていただきたいのと、本当にじっくり見たい方はですね、僕のインスタグラム概要欄に貼ってあると思うんですけども、そちらの柳菜フォトにのアカウントの方に写真しか載せてないので、そちらにね作例とかたくさん載せてますので、実はねそちらもね毎日投稿して、あと3ヶ月ぐらいで1年連続で1年間365日連続で毎日投稿したっていうね記録がかかってるので、あと3ヶ月ぐらいかな、9月ぐらいに始めたんで、ぜひそちらもねフォローしてチェックしていただければなと思います。で、話をね元に戻すと、持ち運びもいいですし、ウォートフォーカスもそんなに悪くないと思うので、別にね全然いいと思うし、画角も 35mm なので変な話 Vlog にも使えるのかなと思います。はい。じゃあなんで単焦点とかだと思うんですけど、単焦点僕ね写真撮る時単焦点の方が好きなんですよね。やっぱりこう歩いてるじゃないですか。フォトウォークじゃないけど歩いてるからこそ見えるものがある。歩いてるからこそ、近ってみるから分かるもの、遠くからね撮らなきゃいけないこともあるんですけども、歩く中で見つけられるものがあるので、僕は単焦点、ストリートスナップやるなら単焦点がいいかなと思います。あえてね、35mm、距離を決めて
撮ることで構図とか風景とかどういうふうに切り取りたいかっていう勉強になるし、35ミリならではのあれだと思うので、はい。だからFE35 ミリの F1.8 はそういうなんか気づき、やっぱりいいもの使えばいいもの取れるんですけども、ね、よくメジャーリーガー、元メジャーリーガーで最近殿堂入りしたイチロー選手なんかはバットを変えなかったらしいんですよね。結構今のプロ野球選手ってバットを結構年々年によって変える選手も多いんですけども、イチロー選手はもう引退するまでは全然変えなかったらしいんですね。それはなぜかっていうと、バットに合わせて体の使い方をっていうね、バットに合わせた体作りをしたと。じゃあ、僕もね野球やってたんでイチロー選手は尊敬するんで、それを真似てリスペクトしてっていうのは冗談なんですけども、やっぱり自分が上手くなればなんかいろんなそんなにね道具になんかいいものを使わずにしてもあるものでできるかなと思うので、今そういうことに僕はチャレンジしてます。あと資金ぐらいですか。はい、資金がないってことなんで、はい。そんなこんなであれなんですけども、35ミリっていう良さ、正直ね55ミリとか20ミリとか35ミリ85ミリがある中で、僕が得意とする構図はやっぱ85ミリが好きです。はい、正直なところ昨日やってみては85ミリいいなってなんか違和感なく取れてしまう部分があるんですよね。それに慣れてしまうのも良くないんで、85ミリは得意な方なのかなって勝手に思うんですけども、だけどやっぱり学びなんか不得意とか苦手ってそういう意識を持っちゃうと使わなくなっちゃうんですよね。だから僕はあえて35ミリを使おうと、不得意はあると思うんですけども、それは慣れかな、やっていく中で変えていきたいかなと思ってます。なんかすげえ自分自身の話になっちゃったんですけど、35ミリっていうのはそういう感じで僕は使ってるし、なんか気分でレンズを選んでます。ストリートスナップはじゃあ今日35ミリ昨日55ミリ使ったから今日は35ミリでいこうとか、仕事じゃないんで僕のその気分で撮ってますし、で僕の電子書籍今制作してるんですけども、今回は35ミリに限定して作ってます。はい。そういうねなんか縛りをつけるのもやっぱりカメラの楽しさだと思うし、その35ミリの中で見える風景とか風景とか写真とかでなんかそういうのがあると思うので、そういうのがめちゃめちゃ大切かなと思います。はい。今日はね毎回なんか POV ばっかやってたんで皆さんちょっともう飽きてきてるかなって思うので、今日は僕の語りラジオ感覚でね聞いていただければなと思います。僕のね顔をずっと拝みながらね聞いてるとちょっと大変だと思うので、これはねなんか通勤通学中にねラジオ感覚で聞いていただければなと思います。はい、ということで僕はですね35ミリの使い方というか感じたこと、個人的見解というか個人的な感覚として話させていただきました。はい、ぜひね参考にしていただければなと思います。ということで、本日 Day18 はこれで終わりにしたいと思います。僕はですね毎日30日連続チャレンジということで、30日連続で YouTube 更新してます。僕の行く末が知りたい方はですね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンと通知オンにして待っていてください。だいたい夜の9時ぐらいに更新しようと思ってます。はい。ということで、皆さん今日も最後までご覧になっていただきありがとうございます。明日もね、ちゃんと更新したいと思いますので、ぜひ、見ていただければなと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。また明日もよろしくお願いします。それではまた。